はい、今回はですね、こちらのスーパーカブに USB 電源を取り付けていきます。で、実はもうこれ取り付けてるんですけども、実はあんまり取り出しちゃいけないところからこう電源取り出してるんですよ。サービスカプラーって言って、本来そこには、故障箇所とかを確かめるような機器があるんですね。それを差し込んで、で、故障を点検するみたいな、そういうところがあるんですけども、その端子から無理やり電源を取り出してるんで、今回はそれをやめて、別のところから電源を取り出して、で、やっていこうと思います。よっしゃ、外れた。整理性考えてくれ。マジで。よいしょ。外れた。割とこう、思いっきりガーって、こっちで押してこっちで引っ張って、ギュッてやったら、外れた。よし。来た。サービスカプラー。こっから取ってっけ？こっから取ってんのこれ。これをね、やめる。外れた。よし。こちらのカプラーには蓋をしておきます。これね、一番最初についてた蓋。なんか道具箱見たら、ちゃんと取ってましたね。よし、これで OK。で、こっちの配線の方は、とりあえずどうしようかな。てか、汚ね配線だな、これ。とりあえずいいや、この配線はこのままにしといて、これですね。今回こちらを使っていきます。スーパーカブ JA44 対応の電源取り出しハーネス。これをね、どこだっけ？このフロントから差し込んで分岐させることができるんですよね。本当は最初からこれで電源取り出したかったんですけど、なんかこれ出始めの頃って売ってなくて、売っててもめっちゃ高かったんですよ。で、最近ね、ようやく価格もこなれてきて、なんか1000円ぐらいで買えるようになったと思います。これをね、ここに割り込ませるのかな。これか。これかな。このキーのすぐ下のここですね。ここから電源取り出すんだ。これをどうすんの？こうだ。よし。で、これを割り込ませると。よいしょ。したら、こっちにまたつなげると。硬いな、これ。よし。はい、そしたらですね、こちらの、マイナス、黒い輪っかを、ここがどっちかにつけるんですけど、ここにつけるか。ホーンの下につけようと思います。これあれですね、ボディアースってやつで、本来ならバッテリーのマイナスのとこにつけるんですけども、別にここのボルトとバッテリーのマイナスも一応連動してるんで、ここでも OK だよってやつですね。わざわざバッテリーまでね、線引っ張っていかなくてもいいんですね、ボディアースってのは。よいしょ。これちょっとおかしくねえか。こうやって、で、こうっすね。で、あとは締め込むだけと。じゃあちょっとね、試しに測ってみますか。来てないっすね。なんでだろう。来てない？電源入れてなくても 12V 通るんじゃないのかな。アクセサリーじゃないしな。ちょっと電源入れてみますか。
ビビビビっていくんだけどな。なんか変なことしちゃったかな。そもそもエンジンかかんなくなっちゃったよ。なんで？なんかあれショートした？どっかショートするようなことしてないんだけど。12ボルトあります。もしかしてあれかな、ちょっとアンペ、今ね、この刺す端子が間違ってた。このアンペアのとこに刺さってたから、それでいかれた可能性あるよな。本当はこのボルトの端子で電圧測んなきゃいけなかったのが、なんかアンペアに刺さってて、それでもろにショートしたっていうことを。はい。FI、フューエルインジェクションのフューズが切れてましたね。なんかバッテリーの方のフューズばっかり見てて、あれフューズ切れてねえなと思ってたんですけども、FI にもフューズってあったんですね。ツイッターで、ちょっとこのバイクトラブったってつぶやいたら、とりあえず全部のフューズ見てみろという返信があって、で調べたらね、FI にもフューズがあるっていうのを知って、でこんな感じでね、フューズ切れてることを確認しました。いや、よかった。ちなみにね、これどこにあったかっていうと、このマフラーのこちらですね。マフラー側のここの、開けたところにありました。はい、10アンペアのフューズなんでね、今から買ってこようと思います。はい、そうしましたらね、新品のフューズを買ってきたので、こちらに差し込みます。10アンペアですね。よいしょ。たら多分つくんじゃないかな。おお、ついた。バッチリだ。で、電圧計はちゃんと電圧を測るモードになってることを確認する。これさっきね、電流を測るモードになって、で多分ショートしてフューズ飛んだんですよ。ちなみに電流はここに、この端子が刺さってると電流モードで、電圧はここですね。これで電圧モードに なりました。で、このレンジを 20V に合わせて、で測定すると。バッチリですね。ちゃんと 12V 出てます。で今アクセサリーの方も測ります。こっちの白いケーブルがアクセサリーですね。バッチリですね。アクセサリーはちょっと電圧低いんだ。 11.26V になってる。次はこちらのリレーをつけていきますね。リレーというのは何ていうかというと、バッテリーから直接電源を取り出せるっていうやつなんですけども、これあれか、防水仕様のリレーですね。これね、ちょっと加工しなきゃいけないんですよね。赤いやつが常時電源、これをバッテリーに直接、差し込みたいんで、こういう風にかしめる感じですね。グッと締める。よし。一応ゴム手した方がいいかな。そもそも 12V で感電するのかって話だけど、感電よりもショートの方が怖い。ちなみにこれね、磁石付きのドライバーでやった方がいいんですよね。なんか落ちると探すの大変だから。でもうちには磁石付きのドライバーがないから、すげえ慎重にやります。もう今にも落ちそう。怖え。で、リレーのこれを差し込むんですね。これさ、輪っかでかすぎて入んないんじゃないのこれ。マジで？輪っかもしかしてでかすぎ問題。マジか。うわ
入んねえやつだこれ。ちっくしょ。なんか他にいい端子ねえかな。これかな、クワ端子。よいしょ。これでいいだろう。黒線がボディアースで、黒線もこのリング状のやつつけますか。これで OK ですかね。引っ張っても抜けない。このボディアースにリレーの黒線をつなぐ。はいと。でリレーの青を、このアクセサリーにつなぐ。で一応ねここの間にヒューズを入れようと思います。そうすればね、なんか過電流が流れても安心なんで。ちょっとで方向ねえよなこれ。ただ刺してよいしょ。でこれでいいんだよな。はいと。で、今ヒューズを取り付けました。電源を入れて、はい、12ボルト流れてますね。バッチリだ。 OK。 あんまりハンダ付けしたくないんで圧着スリーブで固定しようと思います。ハンダ付けってまあ電気使うし、あと結構こういう振動が多いものでハンダ付けするの嫌なんですよね。剥がれてきそうで、実際はどうかわかんないですけども、なんとなくハンダ付けは嫌なんで、こんな感じで圧着スリーブで接合しようと思います。ちょうどねあれですよね、この電気工事士の時に使った圧着スリーブが役に立ちますね。ギュッと、はいと、いい感じですね。そしたらこちらの圧着部分はねテープ巻きしておこうと思います。こんな感じで F コテープって言うんですけど、防水テープ。こんだけしっかり巻いときゃ大丈夫でしょう。こんな感じで合わせて、はい、最後の組み立てですね。やっていきます。この中で配線をねいろいろてんこ盛りにしてるから、ちょっとはまりにくくなってる可能性あるよな。このカバーのはまりにくさよ。で OK。 はい、こんな感じで組み上がりました。ちょっと、キーを回してみます。ほらこんな感じでキーを回すと、通電して、で今このモバイルバッテリーが充電されてます。
でオフにすると、モバイルバッテリーの充電が止まると、こんな感じでこれと連動してね、動くようにしました。で、今回、こちらのキーシリンダーの、近くにあるカプラーから電気を引っ張ってきて、でなおかつそれをリレーを介して電気を取るというふうにしました。やっぱりリレーを介すと、バッテリー直で取ってるのと変わらなくなるんで、電力が大きい器具もつなぐことができるっていうことですね。でも実際僕 USB ぐらいしか使わないんで、果たしてリレー入れる意味あったのかなと思うんですけども、とりあえず動画ネタで入れたっていうのと、あと将来的になんか消費電力でかいの入れる可能性があるから、それでちょっとやってみました。あとリレーを入れたのはいいんですけども、やっぱり配線がごちゃごちゃになって収めるのが大変でしたよね。なんとかね、暗くなる前に終わってよかったっすよ。今回いろいろ失敗したんですけども、皆さんはね、僕の動画を見て、もしこういうのをやるときは失敗しないように気をつけてください。ということでね、今回はスーパーカブ電源増設動画でした。